今、その四つ葉の会をやられていらっしゃると思うんですけど、それをやろうと思ったうん。きっかけの方を、はい。お聞きしたいんであ、すが、はい。よろしいですか？えっはい。と、手術と抗がん剤を経験して、本当にうんうん。本気のがん治療の大変さっていうのをこう痛感したというか、本当に苦しかったんですが、ちょっと、マスメディアを通じてがんだったんだっていうことうんを公表した際に、うん。ブログですかね、インターネットを通じてはい。たくさんメッセージをいただいたんですよ。で、うん30代で2回がんを経験するってなかなかないので、私だけかなと思ってたんですけども、世界は広くてたくさん本当に同じような年齢で同じような経験した人たちからメッセージをもらった時にとっても勇気をもらったというか、こう言ってはなんでうんすが、ほっとしたんですよね。で、そこからネットうん。上で交流は始まったんですけども、だんだん、直接会って話したいな、友達になってみたいなとかって思うようになっうんて、最初は患者会とかっていうそういうこう気持ちではなくて、今うん。今というか、オフ会みたいな感うん覚で、うんうん。ネットでつながってるけど、ちょっと会ってみよっかっていう感覚ではい。始めたのがスタートでした。はい。そういったところに入って、そういう人たちがね、来れる場所があれば確かにいいですよね。うん、あの、そうですね。やっぱそう。りうんうん。同世代、今私も40代うん。後半にはなってますけど、当時はまだ30代で、その世代ではい。こう、友人だったり会社の人で、がんを経験してるっていうのが、多いか少ないかで言ったら少ないんですよね。で、そういった中でやっぱうんりこう患者さんたちは孤独に陥りがちっていうか、で、特に私たちが経験した婦人科がんって、こう女性特有の部分になるので、こうあんまり大きい声で相談できないっていうかね、誰にうん。でもこう分かってもらえるかってそうでもなかったりする部分もあるので、やはりこう経験者同士で分かり合えることっていうのは少なからずあって、でさらにそう言ってただこう患者が集まって大変だったね、辛かったねって、もちろんそこからスタートはするんですけど、そういった関係を続けていく中で、やっぱり通院っていうのは続いていって、病気といきなり縁が切れるわけではないので、そういう中でこう病院の情報だったりとか、治療法の情報だったりとか、そういうこう一人だけでは分かりえないようなこう生の情報っていうのを共有し合えるっていうところがやはり患者会のすごく大きいところ、かなって活動していく中では感じていて、だからもちろん女性同士なんでいろんな話をこうわーわーこうぺちゃくちゃ喋ることがものすごく発散になって、そのつながりっていうのは大事なんですけども、でもそれぞれこう病院だったり治療法の情報交換っていうのがやっうんぱりすうんうんうん。ごくやってきてよかったなって思う大きなところではありますね。今何人ぐらいいらっしゃあ、るんですか？その、はい、今は、参加してくれた延べ人数で700人ちょっとですね。ええ、すごはい。いですあ、ね。ね、10年間ね、やってますからね。うーん。私もいろんなおうん、話を、お聞きしたり、周りからですね、う一般ん、の方からこう話を友達とかね、したりする時もあるんですけど、うん、いろんなこう検査の精度も上がっていって、うん、通常の定期的な検査だけでいいのか、それともうん、本当に細かく、やるべうきなのかっん、ていうところは、いろんなこう意見があったりすると思うんですけうど、ん、そこについてどうう皆さんのん、患者の方々とか、そういっはい。た方の、意見とかもあると思うので、うなんか、ん、お聞かせいただければありがたく思います。はい。はい。まず検査って受けない限り絶対結果って出ないわけで、もう一番最初の入り口だと思うんですね。で、なかなかこう体調がもう絶好調で若くて元気でどこも痛くない、辛くないっていう人にこう病院に行って検査忙しい中受けるっていうこと、そのハードルの高さっていうのはすごくよくわかります。で、そこがとっても難しくて、やっぱり啓発活動してる中でも、どうこうね、伝えていこうかっていうのは、いつもこう難題ではあるんですけども、ね、ただやっぱり検査っていうのは定期的にきちんと健康体であっても転ばぬ先の杖できちんと受けていくことっていうのが自分の健康を守っていくことにはつながるなっていうのはもう本当に実感としては本当にそうだと思っています。自分がそれを怠った中で病気になっ
たので、皆さんにはそうなってほしくないなっていうのはすごく思っていて、でどこまでその精密な検査を受けるべきなのかっていうところはなかなかこう個人差があると思うんですよ。その人の性格もあると思います。例えばざっくり言うと心配性なのか、いや、まあ別に全然そういうことあんま気にならないなっていう人なのか、そういったパーソナルな部分もあるとは思うんですけど、でなおかつ今は医療もすごく進んで検査の精度っていうのは上がっていってですね、ここまでわかるのかっていう、極端なことを言うと治療を必要としないようなレベルでこう見つかってしまって、で逆にそのことが通常であれば知らなければ何にも問題なく日常生活を送れていたはずなのに、その検査によって分かってしまったことでこうメンタルっていうんですかね、どうしようって逆にすごく心配になってしまって、こう日常生活にも支障をきたすようなこととか、そういうのも時々聞きます。だからどの、レベルまで掘り下げていくのかっていうのはまた個人差もあって難しいところではあるんですが、精密検査に至るかどうかっていうのは、その方それぞれの状況にはあると思うんですけども、本当にまずは基本的な検診とか、人間ドックだったりとか、そういうのはやはり定期的に受けた方が絶対安心だなっていうのは、さまざまな人の話を聞いてても患者会でもやっぱり検査を受けてたけど分からなかったとか見つけてもらえなかったとか、そういう話も結構見落としっていうのもないことではないので、きちんと検査を受けるっていうのはすごく重要だなっていうのは思っていますね。通常の健康診断とかって、35歳になるかどうかで、はい。またちょっとそれまでのう検診はすーん。ごくもう簡単なこう検診はい。だったりするので、それえでえ。いいのかなとかね、思ったりすることもあるとそうですよ思いますし、ね。ううん。ーん。あと、女性に関してはそういうこう、子宮がん検査とか、はい、乳がん検診とそうでか、すね。こう自治体から来るのもありまうん。すし、会社ではい。出なさいっオプションでつていうのもけたりとか、はい。ありますので、うんうん。そういったところは、こう、目をそらさず、うあの、ん。今はある程度やっぱりこういろんなこう検診もできてくる中で、日本の医療っていうのも、割とこう、他国に比べても、うん。しっかりこう精度も上がっうんてうん。ますし、はい。通常の検診受けるか受けないかでもやっぱ全然違ってくるっていうことですよね。だと思うん。います。そこが本当に入り口なのうん。で、毎年受けてることでご自身の意識も変わると思うし、そして、何よりも安心だと思うんですよね。今年受けて大丈夫だった、じゃあ1年間また元気に仕事しようって生活を送っていこうって思えると思うし、やっぱりその面倒くささをどうクリアするかっていうことうん。なのかなとはいつも思いながら、いますね。で、原さんの講演の時に、割とこう、通常の、体調と違うようなところが出てきはい。て、で、それでこう、重い腰を上げてこう病院に行かれたとかいうことだったと思うんですけど、それまでは、そういう定期的な検診とかっていううん。のは、それも行かれてたんですか？いえ、私は全く行ったことがなくって、うんうんおそらく20代の頃とかから、その当時住んでた自治体から検診のお知らせとか届いてたと思うんですよね。うん。う確か子ん。宮頸がん検診は20代から何うんうん。年かに1回っていう、自治体によってその頻度って変わるらしいんですけども、はいはい。20代からが対象年齢なので、うん届いてたはずなんです。うん。でうーん、も、なるほど。もうパッと見て、中も開けずにおそらくポイって捨てちゃってたのかな。で、うーそれぐらいん。もう無意識っていうか、検はいはい。診のことも知らなかったし、自分が病気になるなんていうのも全く想像もしてなくて、ずっと元気で、うん。バリバリ仕事してみたいな感じで あ本あ、当にね、のんきに過ごしてたので、すごくうん。そこも反省はしてますね。じゃあ病院に行くまでは、それまではまだ一回も検診を受けてはい、ない状態で、そう、あの、見つかった分かっちゃっとた。はい、いうところですそうでね。すね。で、それでその後に一回、何年かはちょっと経過観察で病院2に行か年間れて、ぐらいは、2年間はい。ぐらい行かれうて、ん。で、その後の検診っていうのも、はい。特に35歳まではそうです。行ってない状受け況だったってこてないです。はい。とですよね。病院にも行ってないし、なるほど。検診も受けてないしっていう、逃げてました。そっか、はい。そういうこええとです。ええそこええ。から
そういった立場でうん、お伝えできる原さんのそうですね。言葉ってやっぱりこうね、いろんなもう人に届ければ。悪い例なんでね、本当にめちゃうん、くちゃ悪い例で、やっぱり同じ経験した人からすると信じられない話でうすね。ん、一度がんを経験してるのに病院行かなくなっちゃったりとか、検査も受けないとかっていうのはやっぱりありえない話うん、なんですよね。だからまあ、ただそこになんで逆に優しい先生とかは言ってくださるのはそういう人結構いるんだよとか途中で来なくなっちゃう人いるんだよとかって言ってくださる方もいるんですけど、でも絶対やってはいけないことかな、勝手な自己判断っていうのがうん。一番怖いなっていうのは本当経験から思ってますね。うん、ちょっとそういった経験談もね、しっかり、うん、いろんな方に、話していただいて、そうですはい、ね。少しでも、はい。はい、啓発につなげていければと思いまはい。すので、はい、はい。今後の講演会でもよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。あはい、りがとうごこの度はありがとうございます。ざいました。ありがとうございました。失礼いたします。